田先生が氷結だっけのウェブ CM から降りたというのが別になんか成田さんにとっては大したダメージにはならないと思うので。巷でイエールの成田氏が炎上してますが、彼は例えていたけど本心で老人自決と思ってないですよね。まあ思ってないと思いますけど、でもなんか別に成田先生が氷結だっけのウェブ CM から降りたというのが別になんか成田さんにとっては大したダメージにはならないと思うので、そうなんだへえぐらいの話だと思うんですよね。このいうような発言をする人を世に出すべきではないみたいなので、成田さんを CM から降ろしてやったーみたいになってると思うんですけど、成田さんの発言っていうのは他のテレビ番組も出てるし、じゃあ別になんかウェブ系の番組出てるし、で思ったこと言ってるし、もともと別に学者としてこういう証明をしました、論文を出しますみたいなことをやってたりする人なので、そういう意味で彼を止めるというのはなかなか構造的に難しいんじゃないかなと思いますけどね。成田先生のこと嫌いだよねっていう人がそういうのを止めようとするってのは分かるんですけど、もともとは確かサワーのウェブ CM をすでにもう1回やってるはずなんですよね。で他の CM とか出てたりするので、なのでなんで今更っていう風に割と僕は思うんですけど、ただ結局世代交代論みたいなやつを、高齢者の寿命が伸びてしまっていて世代交代が進まないよねという構造論にどう解決していくかっていう議論ができないようになったままなんですよね。養老孟司さんが成田先生の発言に対してどっから書いてるのを見たんですけど、世代交代というのはいずれ必ず起きるものなのだからいちいち言うものではないというのを養老さんは言ってるんですけど、僕がそこが事実認識の間違いがあると思っていて、寿命伸びちゃってるんですよ。年金というのができた世代って日本人の平均寿命が60代70代だったんですよ。なので若い人たちが年金を出したとしても別に支えられたよねっていう構造だったんですよ。で実際年金の払い込んだ額と受け取る額というのはそこまで差がありませんでしたという時代のそのシステムができました。でも今の時点で年金って今の高齢者の人って払った額よりも受け取る額が3倍だったりするんですよ。1000万円年金を払いましたとしたら3000万円もらえます。でその2000万円どっから来てるのっていうのはもう若い人が払ってるんですよ。だからそれ相互扶助じゃないよね、世代交代論じゃないよね、もう金額違うよねっていう、そこの相互扶助じゃないよねっていう事実認識がずれてるんですよ。でも高齢者の人たちって養老孟司先生って割と頭がいい人でもありながらそこの事実認識が分かってないんですよ。で高齢者の人数も違うんですよ。昔は高齢者は平均寿命短かったので100歳になる人って本当にレアだったんですよ。なので金さん銀さん100歳すごいねっていうので高齢者で生きてる方っていうのはなんかありがたいよねっていうのがあったんですけど、今ね100歳過ぎてる人ね確か2万人ぐらいいるんですよね。なのでもう明らかに高齢者の人口多いんですよ。昔60代70代で亡くなってたんですけど、100歳とかって60代70代からさらに30年生きてるわけじゃないですか。さらに30年の生活費を全部働いてる若い人が払ってるんですよ。だからでも高齢者は働けないから仕方ないじゃないかという論理は僕もわかるんですよ。なので高齢者も生きていかなきゃいけないからしょうがないよね、そこはわかる。ただどっちもどっちだよねとか、若い人はなんか負担がいつかもらえるんだかってもらえないんですよ。もう年金だって下げるって言ってるんだから。で若者の負担が多すぎちゃって今子供産めないよねってなっちゃってるので、今のシステムというのはそもそも破綻してるよね、長期的にはもう破綻が確定してるよね、じゃあシステムをなんとかしなきゃいけないよねというのを昔からいろんな人がいろんな言い方でしてたんですけど、何も変わってなかったんですよ。言い方としてはどぎついですけども、抽象的に例えばじゃあ大企業の社長とかで80代とかでザラにいるし、もちろん政治家でも80代がザラにいるじゃないですか。でそれ良くないよね。せめてじゃあ企業の社長とか政治家っていうのはもう60代ぐらいで引退しようよと。で引退というのを自分で首を切るっていうのって別に首になるという表現するけど、本当に刃物で首を切るっていうわけじゃないじゃないですか。自分で自分の首を切るっていうのを辞職をすると自決をすると呼ぶのかっていう、そんな自決とか切腹って呼びますよっていう、そういう言い方で成田さんがしたっていう話で、別にみんながみんな包丁に腹を刺して死ねみたいなこと言ってるわけではないんですよ。ただ社会的にもそうやって自分の首を切るとかっていうのをやってくれないと世代交代進まいませんよっていう話だったんですけど、もうそういう議論すら
ら許さねえっていう状況になってしまってるんですよ。でそれは結局そういう議論をしてしまうと高齢者の取る額が少なくなってしまう、高齢者のお金が減ってしまう可能性がある、だから嫌だっていう生理的なのは分かるんですけど、とはいえじゃあこの後少子化進んで日本ってこの先どうすんのっていう、若者にお金がないから、お金がないと結婚はしません。で結婚してないとやっぱり子供は生まれせん。なので少子化はどんどん進みますと。なので日本人の国家というこの先の未来で考えると今変えないとまずいよねっていう風に割と考える人がいるんですけど、残念ながらその人たちは少数派で変えるべきではない、成田悠輔みたいなやつを世に出すべきではないっていうのが多数派っていうのが現状かなと思うんですけど、なので日本人の人数はどんどん減ってるんですけど、外国に住む日本人の人数はどんどん増えてるんですよね。中国人とかも結構外国に住む人どんどん増えてるんですけど、結果としてその社会の仕組みを変えるのは難しいけど、自分の生活だったり自分の家族の生活を変えるのは可能だよねっていうふうに考えると、じゃあ海外に拠点作った方がいいよねっていうふうになってしまうというのが今の日本の構図なのかなと思うんですけど、話し合いの窓口を閉めてしまうっていう、話し合った結果多分これは負けるよねって考えた人は話し合いをしないが正解なんですよ。例えばじゃあ先ほどのその養老孟司さんの元々の事実認識間違えてるよねっていう話を、じゃあ養老孟司さんが一方的に喋るとか話すっていう記事ではなくて議論にしましょうってなったら、養老さんそれ認識間違えてますよ、年金が設定された時の寿命と今の人間の寿命全然違うんですよって言ったら、養老さんあうあうあうってなっちゃうじゃないですか。なのでその場合は議論をしないが正解なんですよ。正しいものを見つけようとか正しい答えを見つけようという人であれば議論をするは正しいんですよ。でも自分がこの仕組みを温存したい、この仕組みを温存させるためにはどうするのが正解かって考えると、議論をしない、話し合いをしない、何もしない、投票もさせない、これが正解なんですよ。なので今の国会っていうのは話し合いをしない、投票もさせない、法律も作らない、今まで通りをするっていうのをやってるので、まあそういう意味では正解なんじゃないかなと思いますけどね。合理的には正しい行動をとっているっていう。成田さんの集団自決という費用を叩くバカや、成田さんの肩書きであるアシスタントプロフェッサーは助教授ではなく助教だと騒ぐバカもいます。成田さんの場合アメリカの大学の教授ですので、アメリカの大学の階級システムを元に和訳すればいいので助教授で正解です。日本の大学の職会のシステムで無理やりアシスタントプロフェッサーを和訳すれば確かに助教となりますが、なぜ人は優秀な人を叩き潰そうとするのでしょうか。頭の悪い人は優秀さがわからないという話だと思うんですよね。何をしてるかわからない変なメガネをかけている人という表現が成田さんその評価であるんですけど、何をしてるか知りたかったら検索すれば成田さんの書いてる論文ってすぐ出てくるんですよ。普通に英語なんですけど英語で読めばいいんじゃねっていうので、成田さんが言った発言を成田さんは比喩だと言っているというのを僕ツイッターで書いたんですけど、ひろゆきが比喩だと擁護してもそうじゃないみたいなの書いてあるんですけど、元々のニューヨークタイムズの記事を見ると成田さんが比喩だと英語で言ってるんですよ。記事英語なんですけどね。なので本人が比喩って言ってるよっていう話をしてるんですよ。で赤の他人がいやいや比喩じゃないみたいなこと言ってて、いやいや本人が比喩って言ったらもうそれで終わりでしょっていう話だと思うんですよね。なんか本人じゃない人が物事を決めるっていうのは、要はこういう思いで言いましたというのは本人が決めることであって、そうじゃないって何 お父さんお母さんですかみたいな。なので英語が読めない人が一生懸命頑張ってるのかなという気がします。ニューヨークタイムズの成田さんの記事ですが、中立を保つふりをしてミスリーディングに読みました。日本人記者または日本語のわかる記者が書いてると思うのですが、比喩というのがわからないんですかね。ニューヨークタイムズってそんなしょうもない記事を書くイメージなかったんですが、なんでそんな記事が掲載されたと想像しますか。もともと書いたのが日本にいる日本の東京支局の日本人の人が書いて、で東京支局の偉い人も日本人なので、ニューヨークタイムズという海外の会社でアメリカ人が日本のニュースを見て書いたのだというふうに誤解してる人が多いと思うんですけど、日本にいる日本人が書いた記事がニューヨークタイムズというところに載ったという状態なので、本来であれば例えば成田悠輔と同じような人というので説明するのであれば、もうちょっとアメリカの人が理解できる人を出すべきなんですよ。ホリエモンとかニューズウィークで書いてたなんとかさんとか、なんかその日本のライターの記事を寄せるんですよ。日本のことしかわからない人だから、日本でこうやって報道されてますよっていう日本の話しか書いてないんですよね。でそのアカデミックサークルで成田先生がどう評価されてるかみたいなのを聞くと、成田先生って引用されてる論文の量やたら多いんですよ、若い割には。イェール大学でアソシエイトプロフェッサーなんですけど、アシスタントプロフェッサーの日本人の人が2人いるんですけど、その2人より引用されている論文の量多いんですよ。
なので割とアカデミックではきちんと評価されてますよねっていう話なんですよね。なのでそこら辺が勝手に日本の中で思い込んでることを書いてるっていうのがあるので、まあ日本人が書いたんだなっていうのが丸分かりな感じではあると思うんですけど、で一応成田先生の恩師にあたる MIT のノーベル賞かなんか取った先生は、成田先生優秀な人だからなんかどうでもいいところで足引っ張られないでちゃんと研究の道戻ってほしいなって言ってるっていうので、優秀っていうアメリカの人はそう言ってますよっていう話なので、アメリカのアカデミックで評価されてないというあの書き方はいかなものかなと思いましたけど、はい、成田さん狂ってて面白いなと思って、はい、あの人の何が狂ってるって、狂ってるということがなぜか周りに伝わらないその人当たりの良さなんですよね。日経テレ東っていう番組で田原総一郎さんと僕と成田さんとパンダがしゃべるっていう番組だったんですけど、僕は分かりやすく田原さんとぶつかったところが流れてるんですけど、成田さんが柔らかい物腰で、高齢者の方がいなくなった方が社会が良くなるので田原さん引退しませんかってすげえ失礼なこと言ってるんですよ。お前老害だからもう出てって引退しろよっていうのを本人に言ってるんですよ。そりゃ普通怒るでしょっていうので、あれ普通言えないよねっていうのを爽やかに言うんですよね。であの人これを言ったら人が怒るよねっていうのは分かって言ってるんですよ。立花隆さんっていうなんちゃら党っていう党の人と堀江貴文さんっていうそこのアドバイザーみたいなやってる人が政見放送みたいな動画をやってるのを見て、成田さんが日本の縮図だよねみたいな書き方をしたんですよ。でそれが文言忘れたんですけど、ある種バカにしてる文言だったんですよ。でバカにしてる文言で相手の人が怒るよなっていうのも想定した上でやって、でツイッターで堀江さんが直に反論してきて、堀江さんと立花さんが出世していない日本が良くないという意味で言ったんですみたいな、すげえ口から出任せ的なことを書いてたんですよ。相手が怒るっていうのも分かるし、でそこで信念を書いてぶつかるのではなく、口から出任せを言ってその場を濁して OK って思うっていう、その場を濁すことが正しいという感覚も持ってるんですよ。で揉め事を起こしたくないのであれば、そもそも揉め事を起こすようなことを書かなければいいですよ。でも揉め事を起こすようなことを書く割にトラブルになったらトラブルを回収するというスキルも持ってるんで、本当頭おかしいなと思って見てるんですけど、なのでなんだろう、あの人のねモチベーションが分かんないですよね。トラブル嫌なら揉め事を起こさなきゃいいじゃんと思うんですけど、揉め事を起こしに行っといてトラブルになるとスーって引くんですよ。で土下座も辞さないぐらいの引き方をするんですよ。いやいやだって思ってる信念あるんだったらそれ言ってぶつかればいいんじゃねって思うんですけど、ぶつかりませんみたいな、なんでじゃあ最初にひどいこと言ったのみたいなっていう不思議な感覚を持ってる人なので面白いなと思って見てます。はい、なんだっけな、切腹したらいいんじゃないですかみたいなことも確かなんかの講演会で、高齢の人たちが幅利かせてるのが良くないから、今日登壇されてる方々が切腹したら日本が良くなるんじゃないですかみたいなことを言って、あ、これ成田さん冗談じゃなくて本気で言ってるよねっていうのが僕は見て取れたんで、あ、本当にこの人狂ってるなっていう。で周りの人は冗談だと思って受け止めてるんですけど、あれ成田さん多分本気なんですよ。だから日本社会良くしたいって老害の人が思ってるんだったらお前ら死ねばっていうのは確かに正しいんですけど、それ言っちゃダメだよ、みんな怒るよって分かっててやるんですよね。不思議ですよね、あの人。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。